はい、テキトスイング。今日はこれ、バキュームアイロン卓上の紹介ですね。で、僕みたいに工業用のバキュームアイロン置く場所ないよって方は、この、ミシンで言ったら職業用ですよね。こうやって移動できてコンセントタイプでバキュームあるんで紹介したいと思います。で、これ仕上げ名人って言って、今はベビーロックが出してるんですけど、そういうやつがあります。使い方は簡単で、コンセントつないで、このタイプはここにスイッチがあるんで、こうやってる時がバキューム吸って、止めたらバキューム止まるって感じで、まずそもそもバキュームアイロンなんていらなくねみたいな思ってる方いると思うんですけど、バキュームアイロンのメリットって何かっていうと、単純に作業が早くなる。あと服の仕上がりが綺麗になる。これ極端な例なんですけど、作業が早くなるっていうのは、例えば接着芯とかですね、接着芯貼って、で、蒸気かけながら接着芯貼るのが基本的に多いんですけど、それ貼った時に、蒸気かけて、糊溶かして、でそれで布に接着されるっていう感じの原理だと思うんですけど、それでボンドとかと一緒ですよね。乾かないと取れちゃいますよね、接着してんのが。なんでそれをこのバキュームで促進させる。風で吹くっていうか、風で吸って、涼しい空気を通して、熱いバキュームのスチームアイロンから出る蒸気を吸わせて、乾燥させて、で接着されるって感じで、それと同じで布の、縫い代を倒したり、ダーツとか肩倒ししたり、裾の縫い代を先に折り上げて、洋服作りって作業したりするんですけど、でそういう折りとか、縫い代を倒す時とかも、布が倒れて、蒸気の力で倒れるんですけど、そこを乾燥させてパリッとさせないと、次の作業が、せっかく縫い代を割ったつもりなんだけど全然割れてないとかで、服の仕上がりがなんかふにゃふにゃな服になっちゃうとか、そこでパリッと乾燥させて仕上げてあげることで、次の作業をしやすくなったり、で服が完成した時の見栄えが全然変わるんで、こういうバキュームアイロンこのサイズだったらちょうどいいと思うんで、これその重機、これは重機なんですけど、今ベビーロックが出してるやつは35,000円ぐらいでネットあったんで、それ URL 貼っときます。でもう一社別のがあるんで紹介していきます。で最初に言っとくんですが、これのメリットは、馬状の形になってるんで、シャツとかズボンとか突っ込めますよね。突っ込んで作業できるから重ならないで、そのアイロンしたい場所だけをピンポイントでかけやすいっていうのが、この馬タイプのメリットかなって思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、これですね。これはアダム社ってとこが出してますね。ベビープレッサーって名前で、知ってる方は知ってるみたいな感じなんですけど、こういう木箱にバキューム装置があって、ウィーンって吸い上げるって感じですね。これ中古で安く買ったから変に画鋲で固定されてるんですけど、本当は多分されてないと思います。でこれをつけてる時にこうバキュームが吸われる感じですね。涼しい風が吸われてる感じ、すごいわかります。はい、この端とかも意外とくるんで、機能的にはいいと思います。はい、で、これの大きさなんですけど、中ぐらいと大きいサイズがあるんで、これ大きいサイズですね。大きいサイズが 72×33 ですね。で値段は5万とちょっとお高めなんですけど、値段だけで買うならさっきのベビーロックが出してるタイプですね。それも同じ大きさの馬バージョンで、3万4000円でネットであったんでって感じで出てました。はい、じゃあ、せっかく喋ってるだけなんでちょっと試していこうと思います。はい、じゃあ使ってみようと思います。まずこれ、縫ったと考えてシーム倒しますって感じでバキューム引いて、でこう払いアイロンかけます。で倒れますね。
でここでなかったら、これがないと結構これが冷めないと倒れが甘くなっちゃうんですよね。こう浮いてきちゃったりするんですよね。バキュームがない、こういうサテンとかの布の場合結構かかりづらかったりして、でダーツもこう自然に倒してあげて、ですぐこう縫い代倒れますので、こういう風にも使えたり、はたまた縫い代を折るとき、何センチでもいいんですけど、3センチぐらいで折ります。で折ってこうなじませるとすぐ乾いてくれて、次の作業早くなります。でこれがないとなんていうんだろう、結構かかりが甘いというか、今仮になしでやるとこうやって浮くじゃないですか。バキュームなしで、今バキュームかけてない状態でこうやって結構かけてるんだけどこう浮く。でもこれだと、角度が違うの分かりますよね。折ってしっかり冷ますことでこういう角度に折れる。これだと、蒸気の力だけで折ってまだ半乾きでふかふかの状態なんで、これが限界かなって感じで、このもう歴然じゃないですか。でこういう風に結構、変わってきちゃったりするんですよね。作業の速さと、次のこれ折った後に例えばステッチする作業とかだったら、次の作業しづらいしやすい明確じゃないですか。しやすい、だからこういう風にバキュームアイロン導入してあげることで、こういうしっかり折ってんのをそのままステッチすれば、その後の仕上げアイロンいらなかったり、服の仕上がりとかも結構変わってきますんで、導入するのはいいかと思います。今日はこういうバキュームアイロンの紹介してみました。はい。あとお金ある方、僕今こういう直本のちょっとごっついタイプ使っとるんですけど、多分横幅が120ぐらいあるやつなんですけど、これよりも小さいキューイングっていう直本が出してる可愛いサイズのがあるんですよ。それアイロンも一緒についてて、卓上アイロン、職業用アイロンぐらいの直本のやつなんですけど、それ、15万ぐらいで出てるんで、これよりもグレードアップして、なおかつこれはいらないなで中間サイズぐらいがあるんですよね。ちょうどいいサイズの、それも一応 URL 貼っときますんで、気になる方はバキュームアイロン買って、服作りレベルアップしてもいいかなと思います。はい、今日はこんな感じでご視聴ありがとうございました。